今日はアップルパイを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、アップルパイを作りたいと思います。アップルパイもね、私のチャンネルでいくつかご紹介してるんですが、今回は食べやすい長方形サイズで、さらにですね、リンゴのフィリングの他にカスタードクリームを入れて作っていきたいと思います。このカスタードもね、電子レンジだけで作れるのですごく簡単です。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにカスタードクリーム以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。リンゴ、冷凍パイシート、グラニュー糖、レモン汁、無塩バター、卵、お水、こちらの材料で作っていきます。まずリンゴに関しましては今の状態で約 300g になります。こちらはだいたい250から 300g ぐらいを目安にしてみてください。そして冷凍パイシートですね、今回は約 11cm×18cm の冷凍パイシートを使います。それでは続いてカスタードクリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、グラニュー糖、卵、薄力粉、バニラオイル、こちらの5つの材料でカスタードクリームを作ります。こちらのカスタードクリームなんですが、バニラオイルを加えて香り付けしていきます。もしない場合はバニラエッセンスでも OK です。ただ入れるタイミングが違うので、そちらをね作りながらご紹介していきたいと思います。ちなみにこの卵なんですが、今回ね半量使っていくので、最初にね半分に分けて残ったものはアップルパイのツヤ出しに使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではですね、まずカスタードクリームから作っていきます。最初にね、卵の計量から行っていきます。こういったはかりがある場合はね、はかりを使ってください。ない場合はね、計量カップなどを使っていただくといいかなと思います。まずここに卵を割り入れます。ちなみにね、今回使っている卵は M サイズになります。今の状態でね、52g あります。こちらをですね、一度よく混ぜましょう。はい。で、このようにね、よく混ぜてください。そしたらね、52g の半分なので 26g ですね。こちらの容器に分けます。こちらね、大体で大丈夫です。はい、このように卵液を分けてください。こちらの卵液に関しましてはアップルパイのツヤ出しなどに使っていくので、使うまでラップをして冷蔵庫で保存しておいてください。ではカスタードを作ります。耐熱のボウルに先ほどね溶きほぐした卵液を入れてください。そしてここにグラニュー糖を加えます。グラニュー糖を加えたらね、手早く混ぜましょう。そのままね放置してるとグラニュー糖が卵の水分を吸ってしまって粒々ができてしまいます。なのでしっかりね加えたらすぐ混ぜるようにしてください。だいたい30秒ぐらいですね、しっかりとすり混ぜましょう。はい、 OK です。そしたらここに牛乳を加えます。だいたい半分ぐらいまず加えてください。そしてよく混ぜます。そしてこのままグラニュー糖がしっかり溶けるまで一度混ぜてください。グラニュー糖が溶けたら今度はですね、薄力粉をふるって加えます。薄力粉はね、必ずねふるって加えるようにしてください。そしてよく混ぜます。牛乳をね全部入れた後に薄力粉を加えるとダマになりやすいので、牛乳はね半分ずつ加えてください。しっかりねダマができないように混ぜましょう。よく混ざれば OK です。続いてここに残りの牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。よく混ざったら最後にバニラオイルを加えます。この時ねバニラエッセンスを使う場合は加熱した後に加えるようにしてください。バニラオイルはね加熱しても香りが残るので、このタイミングで入れましょう。はい、 OK です。ではここにラップをしてください。ラップをする時はですね、1箇所このように空気の出入り口を作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたらラップを一度外してください。そしてしっかり混ぜましょう。このようにね一部だけ固まってるので、ムラがないようにねきちんとよく混ぜてください。よく混ざれば OK です。そしたらねもう一度ラップをしてください。またね1箇所空気の出入り口を作って、このまま今度は電子レンジ 600W で1分加熱してください。はい、
1分加熱しました。ラップを外します。今ね、全体が固まってる状態です。そしたらもう一度しっかり混ぜましょう。滑らかになるまでね、よくかき混ぜてください。ちょっとね、器が熱いのでやけどしないようにだけね、注意しましょう。はい、このようにしっかり混ぜてください。それでは最後仕上げですね。もう一度ラップをして、今度は電子レンジ 600W で40秒加熱してください。はい、40秒加熱しました。ラップを取ります。そしてさっきと同じようによく混ぜましょう。はい、でこのようにね、とろっと滑らかな状態になれば OK です。そしたらですね、この縁についてるカスタードを取りましょう。このようにね、ボウルをきれいにしてください。ボウルをきれいにしたら、今度はね、ピタッと表面にラップを貼り付けます。はい、こんな感じです。そしたらですね、氷水を用意してボウルを当てます。そしてカスタードはこのように急速に氷水で冷やすようにしてください。というのもカスタードはですね、すごく傷みやすいので、出来上がったらすぐね、このように氷水で冷やすようにしてください。それではこのまま氷水で冷やしていきます。では続いてリンゴのフィリングを作っていきます。リンゴの品種なんですが、今回は富士リンゴを使っていきます。通常アップルパイを作るときは紅玉などがねおすすめなんですが、今回ちょっと売ってなかったので富士リンゴでやっていきます。こちらのリンゴの品種はね、お好みのものを使ってください。ではね、皮を剥いていきます。あとね、芯も取り除きましょう。はい、このようにね、皮を剥きましょう。あとはだいたい1センチ角ぐらいの大きさに切っていきます。切り方はね、やりやすい方法で OK です。こんな感じでね、コロコロっとした感じに切ってください。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、リンゴはね、このようにコロコロサイズに切ってください。ではお鍋を使ってフィリングにしていきます。こちらフライパンでも OK です。そしたらね、まずこの鍋の中にリンゴを入れましょう。よいしょ。はい、そしてここにグラニュー糖と、あとはレモン汁を入れます。まず火にかけない状態で、こちらをね、一度リンゴ全体に絡めてください。全体に絡んだら火にかけます。そしてバターも入れましょう。バターを入れたらですね、バターを溶かしながら一度ね、よく火にかけてください。バターもね、リンゴに絡ませながら混ぜていきます。火加減はね、今中火です。はい、でこのようにね、バターも溶けてグラニュー糖のね、シャリッという感じがなくなったら火加減を弱火にします。そして蓋をします。蓋をしてこのままですね、10分煮込んでいきます。だいたい5分ぐらいしたら一度かき混ぜて、そのまままた5分加熱してください。はい、今ね、5分ほど経ったので一度蓋を開けます。そして中身をね、軽くかき混ぜてください。はい、でまた全体に広げて蓋をします。そしてこのままね、残り時間5分加熱していきます。はい、10分経ちました。蓋を開けます。やけどしないようにね、注意してください。そしたらね、今このようにね、結構水分がもうない状態なんですが、こちらをね、もう一度しっかりと混ぜながら、きちんとね、水分を飛ばしていきます。今ね、こんな感じです。火加減はね、弱めの中火ぐらいですね。そのぐらいで加熱していきましょう。加熱してる時はこのようにね、混ぜながら加熱してください。火加減によってはね、もうちょっとね、水っぽい場合もあったり、あとはね、リンゴの水分量でもこの残ってるね、水分の量が変わってくると思うので、10分やったら蓋を開けて、あとは水分が飛ぶまでね、このように加熱してください。あとね、今回ね、シナモンパウダーとかは入れてないんですが、シナモンがお好きな方はね、入れていただいて大丈夫です。入れるタイミングとしてはね、しっかり水分を飛ばしてから最後入れていただくといいかなと思います。はい、 OK です。今2分加熱しました。そうするとね、このようにちょっとね、カラメルがかった色になってきます。このぐらいのね、色味を目安に水分を飛ばしてみてください。ではね、バットなどを用意してください。ここにリンゴのフィリングを出します。そして広げましょう。そしたらですね、こちらも表面にピタッとラップを貼り付けてください。このままですね、だいたい触れるぐらいになるまで一度粗熱を取ってください。
それではですね、冷凍パイシートを切っていきます。冷凍パイシートはですね、使う5分から10分前ぐらいに冷凍庫から出してください。半解凍の状態で作業を始めていきます。まずですね、こちら4等分にしていきます。そのね、パイシートによって適正なね、等分の仕方があると思うので、こちらはね、目安にしてみてください。ではまず半分に切ります。これを半分に切ります。このように1枚を4等分にしてください。そしたらね、2枚2枚に分けてください。こちらがね、下の土台となる部分です。こちらをこのまま置いておきます。上にかぶせる生地なんですが、この上下を1センチ開けた状態で切れ込みを入れていきます。こんな感じで切れ込みを入れます。だいたい1センチおきぐらいにね、切れ込みを入れてみてください。このように切れ込みを入れます。ではもう1枚もね、同じように切れ込みを入れていきます。冷凍パイシートはね、このように土台の部分とあとはかぶせる部分で分けて切ってください。この冷凍パイシートはね、だんだんね、溶けてくると扱いにくくなってきますので、このように切ったらですね、使わないものはね、冷凍庫または冷蔵庫で保存するようにしてください。では残りのパイシートも同じように切っていきます。はい、それではね、アップルパイを組み立てていきます。まずですね、こちら残しておいた卵液なんですが、ここにね、お水を小さじ1入れてください。そしてよく混ぜます。お水を入れない状態で使うとちょっとね、ぼってりとしたツヤになるので、少しね、お水で伸ばしてください。こちらはですね、ツヤ出しとあとは海苔としても使っていきます。このようによく混ざれば OK です。では先ほどのね、土台部分を用意してください。この縁の部分にね、まず卵液を塗っていきます。そしたら続いてこちらに粗熱を取っておいたカスタードクリームをのせてください。あんまりね、のせすぎると蓋がしにくくなるので、のせすぎにはね、注意してください。このぐらいですかね。では続いてこの上にリンゴのフィリングをのせます。はい、このようにのせてください。そしたらこのように切れ込みを入れたパイシートを上からかぶせます。全体を覆いましょう。ちょっとね、気持ちパイシートを引っ張っていただくといいかなと思います。パイシートはね、結構すぐ解凍されるので、作業はね、手早く行ってください。はい、このようにね、全体を覆ってください。そしたらですね、フォークを押し付けて上下くっつけます。口止めですね。この時にパイシートがね、フォークにくっつくなと思ったら、フォークの先に少しね、卵液をつけてみてください。はい、 OK です。ここでね、より形をきれいにしたい時は、このね、ちょっとはみ出た部分を包丁で切ってください。そうするとね、とても綺麗な仕上がりになります。こちらはね、マストではないので、綺麗に仕上げたい時はやってみてください。はい、このように作ってみてください。出来上がったものはね、このようにオーブンシートの上に置きましょう。結構ね、やってる最中に冷凍パイシートが解凍されてきてしまいますので、あらかじめね、このオーブンシートの上でやっていただいても OK です。ではね、残りも同じように作っていきます。はい、全部ね、詰め終わりました。今回は6つ分になります。ただですね、ちょっとね、このリンゴのフィリングとあとはカスタードもね、余ってますので、こちら余ったものに関しましてはパンと一緒に召し上がったり、お好みで早めに食べるようにしてください。それでは続いて表面に卵液を塗っていきます。こちらツヤ出しです。はい、 OK です。このように卵液を塗ってください。それではこちらを200度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。この焼き時間はですね、お使いのオーブンによって適正な焼き時間が変わると思いますので、調整して焼いてみてください。はい、美味しそうに焼き上がりました。このようにね、いい感じに焼き色がつくまで焼いてみてください。今回私は18分ちょっと焼いてます。それではこのまま粗熱を取ります。はい、これでアップルパイの完成です。こんな感じに仕上がりました。表面はこのようにいい焼き色がついてます。そして中身はこのようにリンゴとカスタードがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。クリームとリンゴがたっぷり入っててすごく美味しいです。でね、このカスタードとリンゴの相性が抜群ですね。パイ生地もサックサクです。はい、という
いうことで今日も美味しく仕上がりました。今回のアップルパイのポイントです。まず今回のアップルパイなんですが、中にはですね、リンゴのフィリングとあとはカスタードクリームを加えてます。もしね、カスタードクリームが面倒だなっていう時はリンゴのフィリングだけでも OK です。そしてまずカスタードについてのポイントです。今回はね、電子レンジで簡単に作れる方法でかつ全卵を使ったレシピをご紹介しました。こちらはですね、材料を加えたらしっかり混ぜて、そして加熱したらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることでね、とても滑らかな仕上がりになります。そしてこのカスタードクリームが出来上がったら必ず氷水で急速に冷やすようにしてください。そのまま冷ましてしまうとカスタードが傷んでしまいますので注意していただけたらと思います。そしてリンゴのフィリングについてのポイントです。今回リンゴの品種は富士リンゴを使ってます。通常ね、アップルパイを作るときは紅玉を使うのがね、一般的かなと思うんですけれども、富士リンゴでも作ることができるので、リンゴの品種はお好みのものを使用して作ってみてください。そしてこちらのリンゴはですね、だいたい1センチ角ぐらいの大きさにして、そして鍋で10分ほど煮てください。そして10分ほど煮終わったら水分をしっかりめに飛ばしてください。目安としてはリンゴの色がね、少しね、色づいてきたぐらいですね。ちょっとキャラメルっぽくなってきたら OK です。そして冷凍パイシートを使う時のポイントなんですが、パイシートに関しましては使用する5分から10分前ぐらいに冷凍庫から出すようにしてください。完全に溶けた状態で作業してしまうとすごく作業がやりにくくなってしまいますので注意していただけたらと思います。そして冷凍パイシートを切り終わったら中にフィリングなどを入れるんですが、ここで詰めすぎちゃうとね、焼いてる時に溢れてきてしまいますので、詰めすぎにはね、注意していただけたらと思います。そして詰め終わったら上にね、切れ込みを入れたパイシートをかぶせて、そしてアップルパイの周りをフォークで押しつぶしながら口を閉じてください。そしてあとはね、卵液を塗って焼くだけなんですけれども、焼き時間は200度に予熱したオーブンで15分から20分ぐらいの間で調整して焼いてみてください。いい焼き色がつくまでね、焼いていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はアップルパイを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいねをフォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。